ちょっと想像してみてほしいんです。あなたは今、1981年の熱気にあふれたライブステージに立っています。はい。頭上からは強烈な照明が照りつけていて、そこであなたは当時最新鋭のシンセサイザーで完璧なソロを弾き始めます。最高の瞬間ですよね。なんですけど、機材が照明の熱を帯びるにつれて、さっきまで美しく響いていた和音が、みるみるうちにスリリングな不協和音へと歪んでいくという。うわー、それは焦りますね。今の私たちがパソコンとかスマートフォンのアプリで体験しているような、電源を入れれば常に完璧なピッチで鳴る環境からすると、ちょっと信じられない世界ですよね。本当に。ステージ上で楽器の機嫌を伺いながら演奏するなんて、心臓がいくつあっても足りませんよ。まさに命がけの綱渡りですよね。でも、1982年、その制御不能な野生の獣は、DCO、デジタル制御オシレーターという名の突如として完全に管理されることになります。歴史的な転換点ですね。今回は私たちが不便さと引き換えに手に入れたこの安定と、その裏でメーカーが仕組んだあまりにも見事な美しき欺瞞について、あなたと一緒にその歴史の深部へ深掘りを行いたいと思います。はい、楽しみです。その前に一つだけ。この番組では、あなたが普段何気なく聴いている音楽や使っている機材の裏に隠された、こうした泥臭くて熱い歴史のドラマを毎回深掘りしています。もしこの旅を楽しんでいただけるなら、ぜひ番組のフォローやチャンネル登録をお願いします。お願いします。あなたがボタンを押してくれることが、私たちがさらに深い歴史の海へ潜るための酸素になりますからね。では、一緒に深呼吸して飛び込みましょうか。さて、その1982年の劇的なパラダイムシフトを理解するには、そもそもなぜ当時のミュージシャンたちがそこまで管理を渇望したのか、その切実な理由を知る必要がありますよね。そうですね。そこで時計の針を少し戻して、1981年の絶対的な頂点、ローランドのジュピター8にスポットを当ててみましょう。当時世界中のキーボーディストが憧れたまさに貴族の楽器ですね。マイケル・ジャクソンのスリラとかディラン・デュランの楽曲で聴けるあのゴージャスで分厚いサウンドの正体です。はい。圧倒的な存在感の理由ってどこにあったんですか？構造ですね。16個ものアナログオシレーター、つまり VCO が重なり合って音を出していたんです。電圧制御オシレートですね。一つ一つの回路から生み出される波形が微妙に揺らいで、それが重なることで、現代の最新デジタル機材でもなかなか再現しきれない有機的な厚みを生み出していたんですよ。ただその厚みを生み出す心臓部の VCO には致命的なアキレス腱がありましたよね。とにかく温度変化に極端に弱かったという。そうなんです。アナログ回路って温度が上がると電気抵抗なんかの特性が変わってしまうので、どうしてもピッチがずれてしまうんです。なるほど。だから当時のエンジニアやローディーたちはステージ裏でチューニングメーターとにらめっこしながら常に冷や汗をかいていました。ライブの照明の熱だけでピッチが狂うってプロの現場では致命的すぎますよ。しかもジュピター8自体がとんでもない熱を放っていたんですよね。かなりの発熱量でした。あまりの発熱量にユーザーの間では電源ユニットとかヒートシンクがステーキグリルとかスコットランド式回路なんて呼ばれていたという事実もありますし、そんな熱を放つ楽器を弾きながらいつ音が外れるかと怯えるのは想像するだけで胃が痛くなりますよ。皮肉なことにその熱による不安定な揺らぎとか緊張感こそがアナログサウンド特有の艶やかさや生命力を生み出していたんですけどね。音の良さの代償だったんですね。はい。でもプロのミュージシャンにとって一番重要なのはいつでも狂わずになる信頼性なんです。どれだけ音が良くても本番でチューニングが狂う楽器は使えませんから。確かに。このどうにかしてピッチを安定させたいという切実な狙いが1982年の野生から管理への最大の原動力になりました。そこで各メーカーがこぞって採用し始めたのが DCO ですね。ただこれちょっと待ってください。デジタルって名前がついてるってことは、この時点でもう音波そのものをデジタルデータで作るようになったということですか？そこが最もよく誤解されるポイントなんですけど、実は違うんです。音そのものを作り出す波形回路は泥臭いアナログのままなんですよ。アナログのままなのにデジタル制御なんですか？はい。変わったのは音を出すタイミング、つまりピッチを決める部分です。ここに水晶発信機という時計に入っているような極めて正確なデジタルの時計を導入したんです。このデジタル時計が1秒間に何万回という精密なリズムでアナログ回路を強制的にリセットしてピッチをカチッと固定する仕組みですね。なるほど。
音自体はアナログの生身の役者が出しているんだけど、それを操っているのはデジタルの完璧な意図なんですね。まさにその通りです。まるで役者が傀儡になってしまったような、熱で暴走するという自由を奪われた代わりに、狂うことのない完璧な和音を手に入れたわけですね。電源を入れた瞬間から微動だにしない安定性を獲得しました。ただ、この管理社会への移行は過渡期ならではのかなり痛みを伴う変化があったんです。その痛みを象徴する機材がいくつかありますね。コストダウンと安定化のために、なんと直感的なつまみを本体からごっそりなくしてしまった。代わりにボタンを押して数値を入力するデジタルアクセス方式にしてしまったんです。楽器としての手触りが完全に奪われてしまった瞬間ですね。音を作り込むというクリエイティブな作業がまるで確定申告の事務作業のように変わってしまったという。確定申告って、でも本当にそんな感じですよね。安定と引き換えに直感的な楽しみが失われていく葛藤がありました。そんな過渡期の1982年に、ローランドから10の60が登場します。はい、名機ですね。DCO の安定性と56個のパッチメモリを備えていましたが、私たちが注目すべきは、背面にひっそりと搭載された DCB、デジタルコミュニケーションバスという端子です。これがまた涙ぐましい過渡期の産物なんですよ。DCB は世界標準規格である MIDI が誕生する直前にローランドが独自に開発した同期規格でした。はい。これを使えば2台の10の60や先ほどの Jupiter 8をケーブルでつないで全く同じタイミングで演奏させることができたんです。つまり別の機材をデジタルで同期させる最初の試みですね。でもこれ独自規格ですよね。ということは喜劇が待っています。直後に MIDI が世界標準として普及すると、この DCB 端子はあっという間に孤立してしまいます。当時のユーザーはせっかく買った機材を無駄にしないために MD8 という高価な専用変換ボックスをわざわざ買い足して必死に新しい MIDI の世界につながろうとしました。でもこの DCB という不器用な第一歩があったからこそ完全な MIDI 実装、そして音楽が数学的なグリッドで管理されるインフラの完成へとつながる重要な伏線になったんです。無駄な歴史なんてないんですね。ただ、こうしてシステムとして洗練されていく一方で、肝心の音については、当時の純粋なアナログ信者たちから猛烈な批判を浴びることになりますよね。はい。DCO は音が細いとかつまらないとか言われました。これ不思議ですよね。ピッチが完璧に安定したなら、分厚くて綺麗な和音が鳴り響くはずじゃないですか。なぜ細くてつまらないと感じたんでしょうか。皮肉なことに音が数学的に正しすぎたからなんです。先ほどお話しした VCO の熱による微細な揺らぎって単なるエラーではなくて、実は予測不可能な生命の鼓動として機能していました。生命の鼓動。私たちの耳はその微妙なズレを豊かさとして感じ取るんです。しかしデジター時計で管理された DCO は狂うことなく全く同じ波形を寸分違わず繰り返し続けます。乱数がない、完全に予測可能な世界。そうです。死んだように正確な音になってしまったんです。完璧であるゆえに生き物としての魅力や立体感が削ぎ落とされて平面的で細い音に聞こえてしまったわけです。なるほど。でも、すべてのメーカーが DCO だから音が細いのは仕方ないと諦めていたわけではありませんよね。ここでイタリアからの強烈な資格の話をしましょう。はい、エルカですね。電子オルガンやアコーディオンメーカーであるイタリアのエルカが送り出したエルカシンテクス。これはシンセサイザーの歴史における美しくも突然変異ですね。天才エンジニアのマリオ・マッジが設計したこの機材は DCO を搭載しながらジュピター8にも匹敵する、いやそれ以上の怪物的な音圧を誇っていました。ジャン・ミッシェル・ジャールが伝説のレーザーハープの主音源として愛用したことで、後に神格化された名機ですよね。でも、ちょっと待ってください。DCO なのに、なんでそんなに音が太かったんですか？他と何が違ったんでしょうか？根本的な思想が違ったんです。他社がコスト削減とか安く安定させるために DCO を選んだのに対し、エルカは最高の音を極限まで安定させるために DCO を採用しました。アプローチが真逆ですね。はい。そしてフィルター部分にカーティス製の CEM3320 という非常に高価で高性能なチップを惜しげのなく投入したんです。有名なカーティスチップですか？24dB のローパスフィルターだけでなく、ハイパス、バンドパスまで自在に切り替えられる化け物級のスペックでした。コスト度外視で理想を追求したわけですね。じゃあ、さぞかし世界中でバカ売れしたんでしょう。それが商業的には大失敗に終わってしまったんです。なぜですか？まず、オルガン屋が作ったシンセという市場の偏見がありました。
そして何より価格が高すぎたんです。当時の市場が求めたのは怪物ではなくて、安くて壊れなくてそこそこ良い音がする扱いやすい道具だったんですよね。理想と現実のギャップですね。もしこのシンセックスが普及していれば DCO は音が細いという歴史の評価自体が変わっていたかもしれませんね。本当ですね。では、エルカのようなコスト度外視のアプローチが取れなかったローランドは、一体どうやって DCO の死んだように正確な音をカバーしたのでしょうか。ここからが今回の革新ともいえる美しき欺瞞の正体です。ローランドは10の60で歴史に残る魔法のトリックを仕掛けました。はい。彼らの現実界はアナログコーラスの搭載でした。ただのコーラスではありません。MN3009 や MN3011 という BBD、バケツリレー組織を使ったアナログの遅延回路です。ボタンを押した瞬間にじゅわっと魔法のように音が広がるコーラスですね。でも BBD って具体的にどういう仕組みなんですか？その名の通り、音の信号をバケツリレーのように順番に受け渡して送らせる回路です。想像してみてください。何十人もの人が並んで水の入ったバケツを隣の人に渡していく。当然渡すたびに水が少しずつこぼれますよね。はい、こぼれますね。そのこぼれた水が、そう、電気信号の劣化、つまりサーというノイズになるんです。BBD 回路は構造上どうしてもこのノイズや不完全さが発生してしまいます。ちょっと待ってください。DCO でせっかく完璧にクリアな音を作ったのに、わざわざノイズが乗る古い回路を通したんですか？そこがローランドの天才的なところです。皮肉なことに、この BBD ブームは生じるノイズや不完全さこそが、デジタルで虚勢された DCO のクリーンすぎる音に、再びヤッセレの血を注入する役割を果たしたんです。なんと、計算された美しい揺らぎとノイズを乗せる。これにより人間の耳にはアナログの温まみとして錯覚されるんです。完璧な顔立ちにわざと少しだけ人間らしいそばかすを描き足すような感覚ですね。まさに幸福な欺瞞ですね。はい。正確無比なピッチ、美しい揺らぎ、ノイズ。これらすべてが合わさって完成した見事なトリックでした。あなたが今、パソコンで立ち上げている現代のソフトウェアプラグインにも、わざわざアナログノイズを足すつまみがついていることがありますよね。それはまさにこの1982年のローランドのトリックが愛されすぎて成功にシミュレートされている証拠なんですよね。太い音だと錯覚させる完璧な仕掛けです。この DCO とアナログコーラスの融合は単に機材の弱点を克服しただけでなく、1980年代の音楽そのものの質感や空気感さえも変えてしまいました。その新しい空気感を象徴する衝撃的な楽曲がありますね。ユリズミックスの世界的ヒット曲「スウィート・ドリームズ」です。はい、象徴的な例ですね。あの曲を聴いた時の冷たくて無機なのに強烈に耳にこびりつくサウンド、実は屋根裏部屋のような簡易スタジオで作られたそうなんですが、あの時代の清潔感の裏にはある奇妙な記憶のミステリーが隠されているんです。メインの太いベースリフに使われた機材についての謎ですね。そうなんです。定説や当時の記録では、あのベースラインにはローランドの SH09 という古いアナログモノシンセが使われたとされています。ところが作曲したデイブ・スチュワート本人は後になって、いやあれは SH101 で作ったんだと語っているんです。この記憶の食い違いは技術の過渡期ならではの非常に面白い現象ですよね。SH101 という機材は VCO でありながら、まるで DCO のようにピッチが極めて安定しているという過渡期の傑作でした。なるほど。デイブの記憶の中で古い相棒である SH09 と新しい時代の象徴である SH101 が混ざり合ってしまったのではないかということですね。はい、そう考えられます。真実のベースがどちらであれ、一つだけ確実なことがあります。それを包み込むパッドやストリングスには確実に10ノー6の DCO が使われています。アナログの熱とデジタルの冷たさの融合が新しい時代の清潔感を生んだわけですね。全く異なる特性が交差して新しい音楽の質感が生まれた瞬間です。さて、1981年の熱暴走から DCO による美しき欺瞞まで順番に深掘りしてきました。私たちは今、ジュピター8のような本物の野生やエルカシンテックスのような失われた可能性を神格化しがちです。憧れますからね。でも、現代の電源を入れればすぐ素晴らしい音が鳴るという日常の体験は、1982年の技術者たちが DCO という檻の中で仕掛けた優しい嘘と見えない操り人形の糸の上に成り立っているんです。BBD のノイズも
こっそり持ち上げられた低域も、全ては計算された快適さなんですよね。リスナーの皆さんも今夜シンセサイザーやプラグインの電源を入れるときには、その正確な発信音の向こう側にある技術者たちの計算された快適さ、そしてノイズを感じてみてほしいですね。きっと今までとは違った聞こえ方がするはずです。このアナログのふりをした管理された楽園も長くは続きません。はい。やがて DCO は冷徹な本物のデジタルの前に無力化され、臨界点を迎えます。名機たちが姿を消す長く深い沈黙の時代が訪れるのです。果たして模造品が本物に駆逐されるとき、音楽に何が起こるのか。次の展開も目が離せませんね。はい。それでは今回はこの辺りで。